早く離婚してくれないと子供が生まれちゃうじゃないの。女は夫の子供を宿したお腹をさすりながら私に詰め寄ってきた。私は女に向かって静かに言い放った。いいわよ。あなたの欲しいもの全部あげるわ。エイズと一緒にね。私の言葉にその場の空気は凍りついたのだった。私はキミコ、32歳。夫の聖也は職場の先輩で3年前に結婚した。聖也は営業マンでそれなりに出世欲が強く、退勤後でも休日でも会社からの連絡には必ず対応するし、顧客に呼ばれれば飛んで行ってせっせと接待に励んでいた。私は結婚しても仕事を続けていたので人並みに忙しく、聖也が家を空けてもさほど寂しいとは思わなかったが、毎日何時に帰ってくるのかわからず、次の休みの予定も立てられない、そんな生活に少々疲れていた。しかも近所に住む義母からは、きみこさん、そろそろ孫の顔を拝ませてくれてもいいんじゃない？いつまでも新婚気分でいたいなんて言う人もいるけど、やっぱり子供がいると夫婦の絆は強まるし、早いうちに作るべきよ。そんなことを毎日のように電話やメールで聞かされていた。子供は結婚当初から欲しいと思っていたのだが、いまだにできない状況に私も少なからず悩んでいた。しかし義母は私の気持ちなどお構いなしに、心ないことばかり言っては余計なストレスを私にかけてくるのだった。そもそも近頃の聖也は昇進したからと以前にも増して忙しくなり、早朝自宅を出発し深夜に帰宅するという、そんなハードな生活をしているのだ。夫婦が2人で過ごす時間など皆無だった。聖也にはよく体力が持つなぁと感心する気持ちもあったが、本人はやりがいを感じているようで楽しそうにさえ見えたので、特に心配もせずやりたいようにしてもらっていた。そんな私に聖也は何も文句を言わない女房だと調子に乗ってしまったのか、スーツをしょっちゅう新調したり、ゴルフクラブを購入したりと、金遣いが荒く小遣いを湯水のごとく使い果たしていた。仕事に関わることでお金がかかるのはある程度は理解できるのだが、特に大きな出費は仲間や取引先との飲み代だった。かなりの金額をそのためにつぎ込んでいることに内心では苦々しく思っていた。それこそ子供を授かってもこの調子では貯金など無理だろうと、そんな不安な気持ちを抱えていた。そんな鬱屈としていた私に突然一本の電話があった。知らない電話番号に私は戸惑ったが、何か胸騒ぎがしたので思い切って出てみると、もしもし、きびこさんで間違いないかしら？初めて聞く声の女は私の名前を知っていた。いつもならこんな電話は相手にしないのだが、その日の私はなぜか気味が悪いと思いながらも、そうですけど、どちら様ですか？私は電話を切らずに答えていた。驚かないでねって言っても無理だと思うけど、
私、せいやの子供を妊娠しているの。もうすぐ5ヶ月になるわ。私は驚愕のあまり携帯を取り落としそうになり、めまいがしてふらついてしまった。私は女に悟られないように椅子にしがみついて、なんとか腰掛けることができた。せいやが他に女を作り妊娠させていたという事実に、私は鼓動が激しくなり、嫌な汗が噴き出してきた。仕事にかこつけてキャバクラに飲みに行っていることは分かっていた。でもそれくらいは仕方がないと思い、お咎めはしていなかったが、まさか子供ができていたとは思いもよらなかった。女は美和と言って、せいやにバーで声をかけられ、その後何度か関係を持ったとのことだった。私はにわかには信じられなかったが、とりあえずこの女が私に電話をしてきた理由を探ろうと、動揺する気持ちを抑えて話を聞くことにした。美和さんはおいくつなの？そんなことはどうでもいいことだったが、今の私の混乱した頭ではそんなことを聞くのが精一杯だった。25よ。せいやがね、私の肌を見て、やっぱりうちの奥さんとは全然違うなってよく言ってるわ。私とおばさんを比べる方が無理があるんだけどね。そう言って美和はクスクスと笑っていた。言っておくけど、せいやは私の若さだけに惹かれたんじゃないのよ。顔がかわいいねとか、手足がスラーっとしてるねってすっごく褒めてくれるんだから。美和は勝手にペラペラと話し始めた。それだけじゃないわ。私とあんたの決定的な違いはなんだかわかる？私は妊娠できるってことよ。こうしてちゃんとせいやの子供をお腹に宿しているわ。夫に浮気された挙句、その相手に子供までできた。あんたはとっても惨めな女なのよ。自分の状況を理解できた？悲しいでしょ？美和の言葉に私はため息をついた。その通り、今の私は3年もの間絶望していた子供にも恵まれず、さらに夫に裏切られた上に、浮気相手は妊娠しているという第三者から見たらとてつもなく悲惨な状況だ。私が押し黙っていると、美和はますます調子づいて、どうしたの？もしかして泣いてる？そうよね。自分より若くて可愛い私に夫を取られちゃったんだから。絶望するのも無理ないわ。本当にかわいそうな人。言葉とは裏腹に美和はまたクスクスと笑い出した。私は美和の笑い声をただただ聞いていた。ねえ、さっきから黙っちゃってなんか言いなさいよ。遠慮しないで泣き叫んでもいいのよ。ショックのあまり声も出ないって感じなのかしら。確かに声が出ないほどのショックは受けたが、頭の中は次第に落ち着きを取り戻していた。そうね、かなり驚いたわ。まさかせいやが浮気していたなんて。本当に最悪だなと思う。私がぼそりと言うと、美和は不満げに声を荒げた。それだけ？もっとなんか感じないの？悔しいとか悲しいとか思ってるんでしょ？
美和は意地悪く私の気持ちを揺さぶろうとしてきたが、悪いんだけど、あまり感情の起伏を表すのは得意じゃないから、私ポーカーフェイスってよく言われるんだけど、周りからしたら面白くないかもしれないわね。私の淡々とした答えに美和はふんと鼻を鳴らした。まあいいわ。私がわざわざ電話したのはせいやと離婚してくれって言いたかったからよ。離婚届を提出して家から出て行ってちょうだい。お腹の子はどんどん大きくなるの。早くしないと生まれちゃうわ。あんたには子供がいないんだから離婚するのに何も問題はないでしょ。子供ができない役立たずのあんたより私がせいやの正妻にふさわしいのは誰もが認めることだわ。私が言ってることわかるわよね。美和の言い分に私は思わず笑ってしまった。何を笑っているのよ。私はようやく落ち着きを取り戻し、それと同時に何かが吹っ切れた。不倫した挙句子供まで作って夫を略奪しようとしている女のことを正妻にふさわしいなんて誰が言うのかしら。いるのならぜひとも会ってみたいものだわ。さっきから黙って聞いていれば上から目線で私に言いたい放題しているけど、あなたに有利なことなんて一つもないことがわからないの？ずいぶんと常識のない人なのね。一から出直してきた方がいいわよ。急に口調と態度が変わった私に美和はいきり立って大声を上げた。何よ、何が言いたいの？まさかあんたこんな状況でも離婚しないって言い張るつもり？そんなことは許さないわよ。あんただって慰謝料が欲しいでしょ。そんなはした金ぐらい払ってやるわよ。だからさっさと離婚してせいやの目の前から消えてちょうだい。甲高い声で叫ぶ美和にうんざりしながら私は言った。離婚はするわよ。せいやには幻滅したし、あなたとも金輪際関わりたくないわ。だけどあと半年待ってほしいの。半年後には約束通り離婚してあげるから。美和はますます怒り狂い。半年？そんなに待てるわけないでしょ。その頃には子供が生まれてるわよ。もう頭にきたわ。なんだかんだ言って私の思い通りにさせないつもりなのね。それならこっちだって考えがあるわ。そう言って美和は電話をブチッと切ってしまった。美和にはあんなに強気で言ったものの、せいやの不貞はやはりショックだった。帰宅したせいやに美和のことを問い詰めると、ごめん、許してくれ。ほんの出来心だったんだ。そう言って私に土下座をしてきたが、当然許すことなどできなかった。私たちは半年後に離婚することで合意した。しかしその数日後、美和はとんでもない行動に出たのだ。休日の早朝、美和が我が家に乗り込んできて、せいや、離婚が半年後ってどういうつもりなのよ。あんたまでこの女に丸め込まれてそんな悠長なことを言うなんて本当に呆れたものだわ。そう言ってずかずかとリビングに上がり込んできた。あんたいつまでもこの家にしがみついてないでさっさと出て行ってちょうだい。せいやも早くこの女を追い出しなさいよ。せいやはおろおろとして、追い出すなんて、そんな、ここはまだキミコの家なんだし、
無茶を言わないでくれよ。落ち着かせようとするせいやに美和は詰め寄り、もう夫婦じゃないって言ったら追い出せるわよね。そう言ってスマホを取り出し、昨日役所にこれを提出してきたわ。あんたはもうせいやの妻ではないのよ。さあこの家から出て行って。美和が見せた画像は離婚届だった。誰に協力してもらったのか、違う筆跡で私とせいやの欄にサインと押印がしてあった。なんだよこれ、美和が書いたのか？そんなの犯罪じゃないかよ。美和は腕組みしてほくそ笑んだ。大丈夫よ、バレはしないわ。せいや役の男と一緒に出したから。係の人に身分証を提示しろって言われたけど、本人よって言って置いてきたわ。ちゃんと演技したからバッチリよ。私は呆れてため息をついた。あなた本当におバカさんね。離婚届は受理されていないわ。こんなこともあろうかと役所に不受理の申し出をしておいてよかった。まあそんな方法を取らなくてもその離婚届は受理されていないと思うけど。そう言うと美和は顔を真っ赤にして、なんですって？不受理の申し出？どうしてあんたは余計なことをするのよ。そんなに離婚したくないってわけ？こっちには子供がいるのよ。美和は私につかみかかってきたが、私はその手を払いのけて、離婚はするって言ってるでしょ。あなたの欲しがっている妻の座もこの家もみんなあげるわ。エイズのせいやもあげる。その場の空気が一瞬凍りついた。あんた急に何のことを言っているの？動揺する美和に私は静かに言った。だからあなたが大好きなせいやはエイズだって言ってるのよ。不妊治療のために受けた先日の検査の結果が昨日出たの。私も正直驚いたわ。美和以上に動揺していたのはせいやだった。おい、それ確かなのか？俺がエイズ？私はせいやの肩に手を置き、残念だけど事実よ。幸い私とはここ最近夜の営みはなかったから私は陰性だったわ。私に隠れて外で遊び歩いていた罰が当たったのね。するとわなわなと震えるせいやを美和は乱暴に突き飛ばした。ちょっとそれじゃせいやと寝た私はどうなるの？エイズの男と長い時間一緒にいたのよ。映っているかもしれないじゃないの。急にせいやと距離を取った美和に私は呆れていた。せいやがいつ誰から感染したかは知らないけど、タイミングによっては美和さんも感染しているかもしれないし、もしかしたら感染源が美和さんって可能性もあるわね。それは検査をしないと何とも言えないわ。でもエイズは一緒にいるだけでは感染しないのよ。主に血液や性交渉でうつるの。そんな風にせいやと距離を取るなんて、あなたって本当に無知な人ね。そう言って私はせいやの手を取り、すぐに適切な治療を受けて処方された薬を飲めば発症することもなく普通に生活することができるわ。人にうつしてしまうなんてこともない。だから大丈夫よ。せいやは私の言葉を聞いて少し安心したようだったが、でも
エイズだなんて俺信じられないよ。この先一体どうすれば。キミコ、俺のそばにいてくれよ。助けてくれ。聖夜がエイズなのは気の毒だったが、それとこれとは話が違った。私たちは離婚するのよ。これから聖夜のそばで支えるのは美和さんでしょ。私に泣きつかれても困るわ。すると美和は、ちょっとあんた、勝手なことを言わないでよ。誰がこんな病気持ちを支えるだって？むちゃくちゃなことを言わないでほしいわ。さっきまで聖夜の妻になりたいと散々言っていたにもかかわらず、美和は豹変した。そうか、そういうことね。あんた、エイズの聖夜を私に押し付けようって魂胆でしょ。だから私に子供ができたと知って、実はほくそ笑んでたんじゃないの？そんな策略に私が引っかかると思ったら大間違いよ。美和の飛躍した言動には心底呆れ返ってしまった。あのね、離婚してもいいって言ったのはエイズが判明する前のことでしょ。昨日検査の結果が出たばかりだってさっき言ったじゃない。そう説明してももはや美和は聞いていなかった。とにかく私は聖夜と一緒にならないわ。こんな病人なんか願い下げよ。美和の言葉に聖夜が反応した。なんだよ今さら。俺と結婚しないのか？離婚しろってこんなに大騒ぎしたのに。それにお腹にいる俺の子供はどうするつもりなんだよ。お前一人で育てるとでも言うんじゃないだろうな。聖夜の言葉に美和は、病気持ちの聖夜と暮らすのはありえないけど、確かに一人で育てるのは大変だわ。美和は少し考えてポンと手を叩き、そうだ、いいこと考えた。結婚しても別居するなら問題ないわ。聖夜は生活費だけを送るのよ。これで丸く収まるわね。言いたい放題の美和にさすがの私も変易した。美和さんのそのお腹の子、本当に聖夜の子供なの？それを聞いて聖夜は少し自信なさそうに頭をかきながら、それが美和と酒を飲んでて酔いつぶれちゃったみたいですさ。正直覚えてないんだよな。朝起きたら美和の家のベッドで寝ていたんだ。それでこの前妊娠したって聞いたから、時期的に俺の子供に違いないだろうってそう思ったんだよ。私はため息をついた。そんなことで自分の子供と認めたの？まったく気が弱いというか情けないわね。お腹の子供、聖夜の子ではないかもしれないわよ。ねえ美和さん、あなた聖夜の子って言い張ってるけど、あなたの一連の言動から信じることができなくなったわ。早急に DNA 鑑定をしてもらってもいいかしら。美和は急に顔色が悪くなり、額に汗をにじませた。そんな鑑定なんか必要ないわ。この子は聖夜の子だもの。と言いながらじりじりと後ずさっていた。確かに俺も簡単に信じてしまったよな。今後のためにも一度鑑定をしてはっきりさせておこう。すると美和は突然、いい加減にしてよ。そんな DNA 鑑定なんか受けないわ。と金切り声を上げ始めたので、私はそんな美和に丁寧に語りかけた。
ねえ、私が離婚するのを半年だけ待ってと言ったのは、運用していた投資信託の満期が来るからなのよ。父から多額の遺産を相続した時、投資信託に回したのはせいやも知っているわよね。それは私が相続したお金だから、離婚の財産分与の対象ではないわ。でも私、こう思ったの。私自身の子供でもなく、不倫の末にできた子供でもせいやの子に変わりはないと思って、その子のために私のお金を分けてもいいかなって。だから半年後に離婚すると言ったの。でも美和さんがせいやの子供を妊娠しているという証明ができないのなら、その考えは白紙にするわ。当然のことよね。誰の子かもわからないのに、私の大切な財産を渡せないもの。これでも美和さんは DNA 鑑定をしないっていうのね。それとも結果は分かりきっているからできないのかしら。美和は私の言葉にブルブルと震え、油汗を流していた。せいやの子でなければこれ以上話すことはないわね。時間の無駄だわ。さあ、今すぐ出て行って。二度と私たちの前に姿を現すんじゃないわよ。そう言うと、美和は、ちくしょう、もう少しだったのに、覚えておきなさいよ。とヒステリックに泣きわめきながら我が家を出て行った。せいやは私に歩み寄り、そんなことまで考えていてくれたなんて知らなかったよ。ごめんな、君子。そう言って肩を落としていたが、ここでせいやを慰めるつもりは私にはなかった。まだ疑惑が残っていたからだ。どうやら美和さんにははめられただけのようで、無事に追い返すことができたけど、私とせいやの問題は何も解決していないわよ。せいや、他にも浮気をしていたんでしょ？エイズになるような女遊びをしていたのは事実よね。私が睨みつけながら問いただすと、せいやは涙ながらにすべて白状をした。先月、仕事で大きな失敗をして憂さ晴らしに手当たり次第にナンパをし、何人と関係を持ったかわからないほど遊び回ったそうだ。私はそんなせいやにほとほと幻滅した。まったく呆れた人ね。離婚は今すぐにするわ。その汚らわしい顔は二度と見たくない。慰謝料の話は追って連絡するから。膝をがっくりとついて泣いているせいやに、病院には早く行った方がいいわよ。お大事に。そう言って私は荷物をまとめて家を出た。その後、せいやはエイズということが分かってから意気消沈してしまい、家に引きこもり、結局退職してしまったそうだ。きちんと治療をしてしっかりと仕事もできたはずなのだが、その機会も棒に振ってしまった。もう赤の他人である私には関係のない話なので、無職になったせいやがどうなったのかは知る由もなかった。そして美和はその後無事に出産したようだった。エイズに感染していたかどうかは私にはわからなかった。あんな突拍子もない母親ではあるが、子供には何の罪もない。これからは心を入れ替えてしっかりと子育てをしてもらいたいものだ。私は念のために再検査を受けたが、結果は陰性だった。せいやが支払った慰謝料に加え、もうすぐ投資信託のお金も私の手元にやってくる。いろいろと気がめいることがあったので、気晴らしに
旅行にでも行こうかと計画を立てているところだ。旅行の後に残ったお金だが、もともと聖夜の子供のために使おうと決めたものだ。エイズを持って生まれた子供たちの生活を支える基金に寄付することにしている。人生、何が起こるかわからないと今回つくづく感じた。私は後悔のないように一日一日を大切に生きようと心に誓うのだった。